ですね、今回はですね、稲作実験のですね、助走の第2弾をね、お届けしようと思います。前回の助走はですね、田植えの後ですね、どうだったかな、2週間か3週間ぐらいですかね、経った後にですね、助走をしました。いろんな助走の方法をね、試してみて、成果を見るというよりは、こういった方法はどうかなっていうのをね、ちょっと紹介した、ということになりますけども、私が考えているね、スマート農業でやるには、ロボットでね、最終的にはその助走するということを考えるとですね、ロボットでやりやすい方法っていうのを考える必要があって、で、個人的には、仮払い切りをですね、スイッチで動かすような感じのが一番いいんじゃないかっていうね、こういったような話をしました。はい。で、その時のね、方式はですね、ちょっとね、作りがまずくて、あんまりちゃんと動かなかったんですけどね。はい。今回はですね、その方式をもうちょっと深掘りしてみようかなというのがまず一つですね。で、他にもですね、もう一つちょっとまだ全然別の方式も考えてますんで、はい、そちらをちょっとね、紹介します。はい。で、これ本当はですね、今回やる助走も、田植えのね、後にやるようなタイプのものです。大きくなってしまうとですね、ちょっともう、あまりその機械でね、自動的にやるっていうのはなかなか難しいんですよね。もうね、稲とね、ちょっと一体化しちゃったりする時があるので、雑草がですね。そうなるともうちょっと手でやった方が早くなっちゃうんでね。本当に自動化するんだったら、その田植え直後に、生えてきそうなやつを探して、駆除するみたいな感じのね、手法が一番いいと思うんですよね。はい。なのでちょっとね、時期的にはもうちょっと遅れてるんですけど、来年とか再来年の、ためにね、ちょっとやると、検討するということになります。前回の動画でね、見て分かったように、やっぱり草をね、どれぐらい抑制できるかっていうのが結局、米作りのね、肝なのかなというところがね、あります。はい。特に除草剤もね、肥料も全然使わない、農薬も使わないっていうようなね、そういうスタイルの場合だと、やっぱり本当に除草をね、どうやってるかっていうのがね、もうほとんどね、人間が制御できる唯一のね、項目みたいなことになりますんでね、こちらをどうやってきっちりやるかっていうのが、非常に重要かなと思いますね。はい。ということで、今日はですね、何やるかってことなんですが、前回ですね、仮払い機のね、刃というか、ナイロン製だったんで、鉄製じゃないんですけど、それをですね、電動ドリルですね、こちらにつけてこうぐるっと回してですね、で、こう、かき混ぜるみたいなことをやったんですよね。はい。で、基本的にはそれです。はい。それなので、ただあの時は、そうですね、あまり物がね、ちゃんとしっかりしてなかったので、ちゃんと動かなかったんですけども、よく考えたらですね、私そういうのができるものを持ってました。はい。それがね、こちらですね。はい。何かというと、ペイントミキサーっていうね、ものがあります。要はペンキとかをですね、こうかき混ぜるっていうね、それ用のものです。例えばこれをですね、ちょっとやってみましょうか。はい。こういう感じになります。はい、これでね、電動ドリルにつけて、で、これぐるぐる回るんですね。で、ここがちょっとね、スクリューっぽくなってます。こっちもそうなんですけど、スクリューっぽくなってて、で、こう、ペンキのね、混ぜるとこ突っ込んでペンキガーッと回すと、手で混ぜるよりはこっちが早いよというのですね。はい。なんでこれ持ってるかというとですね、他の動画でですね、出してますように、陶芸やってるんですよね。泥漿っていうのを作るね、使ってやる方式なんですけど、そこはですね、粘土をですね、溶かしてドロドロにして流し込むっていう手法なんですけど、そのドロドロに溶かすとこですね。
そこでこういったものを使います。はい。ただね、そのために買ったんですけど、実際に使ってないです。というのも、もっとでかいですね。攪拌機っていうのがあって、そっちをですね、ちょっと買っちゃったので、これ買ったのにつかなかったということですね。はい。で、まあ、いつか使おうかなと思って持ってたんですけど、まあ、いよいよその出番が来たということです。はい、で、これはですね、まあ、いろんなタイプがあるみたいで、こうやってね、プラスチックのやつもあるし、鉄製のやつもあるし、これでね、例えばその田植え後の、田んぼにね、こう突っ込んであってぐるぐる回すと、はい。はい。まあ、もちろんね、土をね、かき混ぜて水が濁るというのもありますし、これ中をずっとね、こう、ほじくっていって、まあ、こういうね、草ですね、雑草とかを、まあ、駆除するね。駆除するっていうか、まあ、根っことかもこう、取ってしまうみたいなね。はい。こういうこともできるわけですよね。はい。もう取れてますね。はい。で、こう、ロボットでこう上から持ってきて、こういう感じで。はい。まあまあ、こういったようなね、ことで、まあ、除草がね、できるんじゃないかと。はい。まあ、田車っていうのをね、まあ、前回やったんですけどね。まあ、田車は、こう、横にこうぐるぐると回しますけどね。縦にこうやる感じですね。はい。そういうのに使えるんじゃないかっていうのが、まあ、一つのね、案です。はい。で、まあ、こっちとこっちのね、違いは、まあ、あんまり変わらないと思うんですけど、まあ、とりあえず鉄の方がいいのかなっていう気はしますけどね。まあ、一応あるのでやってみますけど、はい。やってみましょうか。はい。まあ、あんまり違いないかなと。はい。まあ、あんまりね、中には入ってはいかないですね。田んぼの中のね、田んぼの土の中には入っていかないです。はい。で、これはですね、田植え直後はですね、田植えの直後は土がね、すごい柔らかいので、これはもう入ってくると思うんですね。どんどん。勝手にガーッと入ってくると思うんですけど、ただやっぱりもうだいぶ経っちゃってるんでね、結構土硬いんですよね、もうね。これ土硬いし、こっち中の方も硬くて、あんま入っていかないですね。こう自然に入っていく感じじゃないです。田植えの時だと、田植えの直後だと本当にもう、ふわふわの感じの土でね、簡単に入っていくと思うんで、まあ結局このね、この方式っていうのは、やっぱり田植えの直後のね、柔らかい時期、土が柔らかい時期にやるね、そういったような方式だと思っています。はい。で、まあ、もしもね、ちょっと、これだと、ちょっとね、なかなかこう、土の中にも入っていかないよっていうんだったら、まあ、もう一つのやり方としては、こちらでしょうかね。はい。こちらです。まあ、要は、ドリルなんですけど、まあ、でっかいやつですね。で、これアースオーガっていうね、まあ、要は、地面を掘るためのドリルです。はい。で、まあ、杭を打ったりとか、あと畑なんかだと、こう、ね、水が溜まったりするときに水を抜いたりするときに使ったりするんですね。これでね、田んぼとか畑にこう穴開けて水を抜くみたいなね。必然とか、水気の多い畑をちょっと改善するためにね、やってるやつですね。はい。まあ、そういったようなものです。で、これを使ってね、まあ、そこまで穴掘らないけども、ちょっとね、こうですね、もう勝手にこう、どんどん入ってきます。このドリルだと。はい。で、こうやって、はい、こんな感じで、どんどんいくんですけど、はい。まあ、これをね、どんどんこう、ロボットでこう刺してね、動かしていくと。いう方式もまああるんじゃないかっていうね、そういう気もしますね。はい。まあ、こっちの方が力いらなくていいのかもしれないですね。はい。で、あとですね、ちょっとまあ今、除草の話をしてたんですけど、実はですね、これ除草のね、他にもちょっとね、効果があります。
田んぼやってるとね、人が中に入ると生育がいいみたいな話があるんですけど、なんで生育がいいかっていうと、水をずっと溜めっぱなしだとガスが発生すると。でガスが溜まってですね、でそのガスがその悪さをして、生育を悪くするっていうね、そういったような、ことがあるようなんですよね。なので田んぼの中入ってこう足で踏んであげると。するとガスがバッと湧いてきてですね、根の生育を阻害していたガスが抜けて、生育が良くなるよって話ですね。でこれは中干しといわれるね、稲作のね、一つのステップもそうなんですね。中干しっていうのは水を抜いてちょっと乾かすんですよね。で乾かしてやると、要はこうひび割れがね、土の中にひび割れができてガスが抜けるとか、そういったようなねことがあるんですけど、それもその目的の一つですね。はい。要は踏んづけてガスを抜いてやると。または入れないんだったら何かしらね、こういうようなものを持ってきてこうやってやれば中にあるガスが抜けるということもね考えられるわけですよね。はい。除草プラスガス抜きというね、そういったのにこういう、今回紹介したような道具が使えるんじゃないかっていうね、ふうに思います。はい。で、あともう一つですね、除草についてね、やることがあります。で、こちらは、今まで紹介してなかった方法ですが、ただし、昔ですね、この YouTube チャンネルを始めた頃ですかね、に紹介した、除草のね、方式があります。はい。それをですね、この米作りで使えるのかどうかっていうのをね、ちょっと確認してみたいと思います。もう一つですね、今までやってない除草の方式をね、紹介するという話をしましたが、それをやってみます。どういったものかというとですね、以前ですね、もう2年ぐらい前の動画になるんですけど、高電圧ですね。高電圧発生モジュールで、雑草にですね、高電圧を引火して、駆除するというですね、動画を出しました。はい。2つぐらいね、出したんですけどね。それをですね、やってみようということですね。はい。前回ね、やったときは、高電圧モジュールがちょっと壊れてしまってですね、ちょっとね、その後やってなかったんですけど、調達しました。はい。こちらですね。そうですね。はい。で、これと違うタイプをね、ちょっと買ってみたんですけど、そっちすぐ壊れてしまってですね、やっぱりこれがいいなっていうことでですね、これを予備も含めて2つぐらい買ったんですよね。構成としてはね、一緒です。前回とね、あんまり変わってないです。リチウムイオン電池1個、ね、4.3 ボルトぐらいかな。で、それを、こいつにつないで、このスイッチを入れれば、押せば、この両端にですね、こっちの両端に高電圧発生すると。4ボルトだと、多分、20キロボルトぐらいの電圧が発生するかと思いますね。はい。なので、これをですね、雑草の、例えば、この、ね、こうサーキットかなんかにこう、触れて、で、もう片方は、これはもう地面にですね、地面に、こう、アース、ね、落としてあげると。はい。ちょっとこれは、この辺はちょっとあんまり、これぐらいがいいかな。はい。こっちがアースですね。で、これが雑草側です。例えばこうやってですね、やって、こうにするのかな、こういうですね。やれば、電圧が、ね、さっき言った20キロボルトぐらいの電圧が発生して、ここにかかって、で、この茎を通ってですね、バーッとこう、開くしまして、で、こっちの方に戻ってですね。はい。なので、この方式で期待するのは、高電圧でね、根っこがですね、
破壊されるんじゃないかと。茎とか葉っぱはですね、結構硬いですからね、なかなかね、破壊するって難しいと思うんですけど、根っこまでやってくれればね、効果あるんじゃないかということですね。前回の実験では、結構な効果があったというふうになります。はい。じゃあちょっとやってみましょうかね。これいろいろ種類がね、草がありますんでね、それぞれやってみてどんなもんかと。で、即効性があるもんじゃないので、例えば1日2日置いたりとかね、1週間置いたりとかして、効果を見る感じになると思います。はい。で、ちょっとやってみましょうかね。一応これね、スイッチ入れればそのままもういきます。はい。で、これ、電光グローブですね。あとあれだな、靴は長靴ですね。はい。これやっとかないとですね、こうビリビリくるんですね。すごいコリアンスなので、どっかでね、感電するかわかんないんで、こういうのやっておかないとですね、危険ですので。はい、じゃあ押してみます。はい、ちょっとわかんないですね。音がしないからわかんないですけど、ちょっとやってみると、これ、こうやってですね、はい、こうやってビリビリ、ビリビリ、こうビチビチ言ってますよね。これが、これ今煙出てますね、ここね。はい。はい、これが、高電圧が発生してるんですね。で、この辺りから電気が入って、こちらに落ちてるということですね。はい。なので今これちょっとね、感電したはずです。はい。これもやってみましょうか。これ長いやつですね。これはですね、放電するとこれがこっち動くってことは、なんでしょうね。こうやってやると、はい。引き寄せられる感じで。はい。この葉っぱはすごく、ビリビリいってますね。植物によってね、ちょっとやっぱり電気の通り具合が違うと思うんですけど、はい。こんな感じでね、ちょっとこの辺一帯をね、ちょっとやってみます。はい。で、稲はね、多分この辺に、稲に生えてる雑草を、この辺がね、根っこから生えてるやつにやっちゃうと、その稲もやれると思うので、やっぱりこの、稲とは別に生えてるね、雑草の方にやりたいと思います。はい。これあんまりやりすぎるとね、壊れちゃうんで、はい。ほどほどにしますけどね。はい。とりあえずちょっとね、壊れると嫌なので、これぐらいにしてみましょうか。そこそこね、やったと思うんですね。ここら辺黒く
なってますね。なんかちょっと焦げた感じになったところもありますね。まあ1日2日置いたら、これがこうしなーっとね、こう変えれるとかね。まあそういう感じになってくると非常にありがたいですよね。で、これがうまくいくようだったら、田植えのね、後ぐらいにですね、雑草が生えかけた時に、これで、電撃を加えると、抜いたり、こう取ったりしなくても、あとは非接触でもね、雑草を駆除することができるというですね、まあそういうことができれば、まあ一つね、まあ新しい方法が選択肢としてね、上がってくるということになります。ちょっと1日2日置いてみて、様子もね、また見てみたいと思います。はい。はい。ですね、電撃を加えてから、2日ほど経ってます。といってもね、その後に何回か、追加でね、電撃を加えてます。高電圧の重量はね、あんまり連続放電をね、想定したもんじゃないんですよね。スタンガンの多分、中身だと思うんですけど、あんまり連続放電してると、温度が上がってですね、熱を持って、壊れることがあるんでね、まあ、間接的にこの電撃を加えるようにしてるんですけどね。で、ちょっとそれだとね、あまり効果が見えないかなと思って、その後に、3回ぐらいやりましたかね。はい。といってもまあ短時間ですけどね。で、ちょっとね、効果の方を確認してみたいと思います。で、電撃加えたのは、このあたりですね。はい。このあたりを加えました。で、見てもらうとですね、まあ、効果のあるやつとないやつがやっぱありますね。まあ、稲科っていうのかちょっとわかんないですけどね、こう、葉っぱがこう、とんがってるやつは、あんまり効いてないのかなと。まあ、ちょっとこの辺しなってる感じもしますけどね。で、こういうやつもね、結構、まあ、ちょっとこの辺柔らかくなってますね。この辺ね、ちょっと枯れた感じになってて、ちょっと、曲がったりしますよね。ただまあ、この本体はやっぱり結構ね、頑丈なので、まあ、効いてないのかね、ちょっとわかりませんけど。はい。まあ、根っこがね、やられればね、時間差でね、効果が出ると思うんですけど、で、こういうとこはですね、こういう葉っぱですね、柔らかい葉っぱですね。こういうのは結構効果が出てますよね。これなんかもうしなーってなってますね。はい。こっちもですね、これですね、これ結構しなってますね。はい。この辺ですね。はい。この辺もやったのかな。うん、この辺も結構しなってますね。はい。まあ、これがね、どれぐらい持つのかね、それとも一時的なのかっていうのはあるかと思いますが、まあ、前回、実験した感じだと、まあ、復活とかはね、まあ、しないかなと、いうね、結果が得られてます。まあ、中途半端にね、根っこを破壊するぐらいだと、また根っこがね、再生することもあると思うんですけどね。はい。ただまあ、この辺は、ね、高電圧の引火時間とか、あとはまあ、出力ですね。その辺が関係すると思うんで、まあ、この辺はそのハードですね。モジュールの方のまあ仕様によるのかなっていう感じです。まあ足りなければパワーを上げるとか、時間を上げるとかね。まあその場合にはちょっと耐久性をもうちょっとね、上げなきゃいけませんけども。はい。なのでまあ、ある程度の効果は見込めるんじゃないかなというね、まあ手応えはあったのかなと思います。はい。なので、そうですね。これをね、もし本格でやるんだったら、来年の田植えの頃にですね、やってみたいかなと思います。はい。ということで、除草の実験っていうかですね、はい、そちらの方をお送りしました。